2017年頃から極寒の地シベリアにどこからともなく響き渡るライジンという叫び声、徐々にその声が海を渡り、いや熱湯渡り我々の元をやってきました。ライジン初登場なのに大歓声、真っ赤な服のあいつがついにさあ戦ってやろう、ビタリー・シュメトフ満を持してのリングインです。バッチドラスーツ輝く花道、リングの外でも中でも見せる格闘エンターテイナーのジェイク・ヒューズの登場です。 Saturday Night Fever, the John Travolta movie. That's one, so figured, a little more dancing this time, and try to bring something fun every time. Ready? Fight! さあ今ゴングが鳴りました。第1ラウンドが始まります。いや中井さん、まずは花道両者互角だったんじゃないでしょうか。そうですね、よく見せてくれますよねこの2人。おっと足切り、さまざまな技を見せに行きます。ビタリー・シュメトフするよ。バイクで前に出た、これを詰めていくリザル・ジェルの左ハンズ、これにはヒューもちょっとびっくりしたが、さあ掴んだ。さあ手札きましたね。このグラップリングの攻防、グラップリングが見たくないだろって言ってたヒューがやっぱりちゃんとこういう技使えるんですからね。そうですね。もうこれは戦うことはできません。テクニカルノックアウト。Я это очень сильно мотивирует, и я буду все делать для того, чтобы радовать своих фанатов победой. Я чувствую вашу любовь и вашу поддержку. Не останавливает, несмотря на сегодня на рассечение. I would like fight with King Mo. 頑張ってください。頑張ってください。Rising. Every time I come and fight in Japan, I just want to dance and put on a good show for you guys. So next time, maybe give me some ideas on Twitter for my next walkout and knockout. 私23、ちょうど10個違うの、びっくりだから。12년 전부터 일본 활동을 했는데 일본 활동을 하면서 제가 사이타마에서 시합을 정말 하고 싶었던 게 진짜 꿈의 장소였거든요, 사이타마가. 근데 12년 만에 여기서 시합을 하게 돼서 日本で本当に体制成功した選手なんで、ビジネスもチャンピオンになってぜひ行きたいんですけど、もう韓国でいうと本当に女子ファイターのナンバーワンだし、最近でいうと車の CM とかも出てるし。韓国女子格闘界のパイオニアがついにこの日本をターゲットに目指すは宿敵3度目の浜崎朱加への挑戦権、初代ロード FC 女子アトム級チャンピオンハムソキ、5年ぶりにこの日本に帰ってきた。自分より強い人に挑めるっていうのも楽しみ、自分にも勝つっていう意味でやっていきたいと思います。イープジュエルスアトム級チャンピオン前澤友の登場です。ハム選手もですね、コスチューム、多分ね日本のデビュー戦の時のコスチュームですね。まさにその通りですね。気持ちが伝わってきますね。さあハムソヒ、サウスポーのストライカーとまさに打撃をベースにした選手です。ナイス、ほら見てる見えてる見えてる、いいぞ見えてるぞ。 상대방의 움직임이 굉장히 많아서 까다롭다고 생각하고 준비를 했었는데 제가 시합 중에 가만히 있다 보니까 집중을 잘 못한 것 같아가지고 초반에 좀 공격을 많이 허용한 것 같은데 藤井さん、ここまで前澤いい動き見せてるんじゃないですか。そうですね、足とヘッドスリップすごく上手にというかうまいのでね、すごい小刻みで動いてますよね。はい、もうスクランブルになっていった。膝もレイで入った。膝もレイで入りました。さあ、ここは浜崎のチャンス。なんとかこらえるか。ここはもうレフェリーが止めた。一瞬の出来事でした。1ラウンド3分14秒。膝が入りましたがね、もう力がちょっと入らなかったですね。組みに行けなかったように見えましたけれども。私タ
タイトルに挑戦したい気持ちも多いですが、まず馬本美優選手と試合したいです。お願いします。私もハム選手の試合を見てて、いつか試合したいなと思ってました。よろしくお願いします。またこの女子スーパーボム級が面白くなってきます。負けちゃいました最初のお腹への膝が、私の中の膝の印象ってもうちょっと近くで来るようなイメージでも、ハム選手の膝ってあそこから来るかっていう、今思えばですけど、どうにか最後立ち上がろうとしたんですけど、打撃怖いですね오랜만에 1분 시합에서 긴장하기도 하고 큰 무대여서 더 긴장하기도 했고요. 상대가 킥은 어떻게 타이밍이 좋게 잘 들어가서 KO를 이길 수 있었던 것 같습니다. 제가 라이징에서 시합을 뛰게 된 이후로 저의 최종 목표는 라이징의 챔피언이기 때문에 라이징에 유명하고 잘하는 선수들이 많기 때문에 그 선수들을 한 명 한 명 꼭 이기고 올라가고 싶어서. 韓国もロードねすごい人気なんで、そのトップ選手が来ることでまた韓国でも火つきますよね、ライジンが。どっちが勝つかわからないですけど、私と相性悪いのはハムちゃんだと思う。本当前回の試合が一番悔しくって、なんか悔しいけど結局は前を向かなきゃいけないし、カンナはなかなか一歩踏み込めない体とかがあるんで、そういうのをこの試合では破りたいっていう気持ちが彼女も大きいみたいなんで、打撃とかももっと見せたいっていうのもあるみたいなんで、そこも試合で試したりしたいんじゃないですか。浜崎綾子も活躍したインビクタ FC の参戦。デビュー戦からいきなりメインに抜擢される、まさに女子格闘界のシンデレラストーリーを歩んできました。まあ藤井さん、はい、本当に今日は大事な試合になりますね。本当に大事な一戦になると思います。左ストレート、そして朝倉環奈がタックルに来ましたが立ち上がりました。カンナミドル合わせろ、ミドルを合わせろ、待っとけ待っとけ。誕生日の那須川天心選手も見つめています。さあ最高のバースデープレゼントをボーイフレンドに捧げることができるか、朝倉環奈。見える見える、もう見えてきたよ、大丈夫。今回ちょっと試合前自分がミット持ったりとか初めてやったんですよ。まあ2連敗しちゃったっていうのもありますし、一緒に戦いたいっていうのもあったんで。この打撃が入ったタックルが効いてくるんだよね、さあ打撃でここは攻めていく朝倉環奈、左を伸ばしてきた、コーナーに打ち詰めている。そして最後のパンチも連打を繰り出す朝倉環奈、ボディストレート。そう、行き過ぎなくていい、行き過ぎなくていい。腹も打てる、腹もそう行き過ぎだ。打撃のうちは終わりタックル入るような雰囲気出してないですね、ザペテラ選手はね。なんかあんまり打撃っていうようなさあ接近戦になりますね。バットをしょうがないぞ、ザペテラの右、朝倉の顔面を捉えた。体を入れ替えろ、強引でいい。右差し上げて、ああ左入った。確実にパンチをヒットさせている。ラスト下げてるがタックル、東がそれもすり抜ける。ここでフルラウンド終わりました。さあ割れた。朝倉環奈判定2対1。赤汗
なと思いますよ。あそこまで打撃勝負するんでね、怖いですからね。ちょっと負けてらんないですよ。打撃をやりきったんで、今度結果微妙でしたけどでもまあ勝ったんで、次につながったんでよかったです。1回組んだ時結構パワーあったんで、なんか自然と打撃になってました。でも自分的にも感覚的には当たってたんで、勝ったなと思ったんですけど、最初相手入ったんでちょっと焦りました。やばいと思って、とりあえず本当ほっとしてます。少しずつ自分の苦手なところが克服できてきてるんじゃないかなっていうのはありますね。やっぱり目指してるのはベルト。そうですね。やっぱり浜崎さんにもう一回追いつきたいっていうのが一番思いますね。2度目となる大神のリング上で狂い飛び回れるか。プリンセス B 愛の入場です。愛ちゃんだったらいいじゃんって言ってくれてたのを私が聞いたので、クレイジービーとノリさんのために統合やってみようかなって。レスリングは先輩だけど、先輩じゃないんですよ。先輩じゃないから。教えてないから。嘘。めちゃくちゃ動きもいいし、体もでかくなったし、気合入ってるんで。再び輝けるかプリンセス B 愛です。これはちょっとダメですね。もう一回潰した方がいいですね。しっかりと。来ましたよ。持ち上げましたよ。それでも取られているか。はい、先生、頭抜け。やっぱりやりますね。中さんやはりこの辺りから崩してこの離れがあるところ踏んでいく。よく今の十字を抜けたよね。組め足を取ってさらに引き込もうというのはワトキンズ。相手に合わせることなくいけるかどうか愛。ここも容赦がない。拳は振ってくる。相手の動きで殴れ。2人目も赤の愛。フルマークで愛が判定勝利。これで去年の来週プロデビューから4連勝。本当に不思議な魅力がありますけど、もちろん強さもそうなんで、みんなが一緒になるような選手ですね。俺らもパワーもらいました。最後決めきれなかったのがすごい悔しくて、そうですね。思った通り腕十字がすごく上手で、分かっていたのにこうもらってしまうっていう、もういっぱい課題は今日見つかりました。はい。すごい自分が未熟だなって本当に今日感じたので、今のままじゃ通用しないと思うのでパワーアップして、はい、臨みたいと思います。 BCC でも結構練習されて、そうですね。出稽古でいっぱいお世話になってます。はい。後ろにいらっしゃいますけど根性がすごい。一応チャンピオンも同じ階級です。はい、そうですね。めちゃくちゃ強いです。いずれはってところやるんですか。いやー、ちょっと今の段階ではそんなチャンピオンでやりたいですなんてもう口が裂けても言えないですね。強すぎて、はい。背中を見て私も強くなれればいいなと思ってます。はい。これね、桜庭だ。本当ですか。やらせてやられて最後しか逆転な感じです。おはようございます。優しい。ちょっと怖い相手だなっていう、なんかもらってそれからスイッチ入るっていう結構スロースターター。ที่สุดท้ายมันมีแค่แอมกับอาวาซากิเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าวันนี้น่าจะรู้แล้วว่าแอมจะเป็นที่หนึ่งหรืออาวาซากิยังคงจะเป็นที่หนึ่งอยู่世界が目標とするチャンピオン浜崎朱加、今宵名古屋の聴衆を魅了します。今回ちょっと調子はいいかなって思って試合に臨みました。階段のおかげですかね。
そうかもしれないですね。大臣女子スーパーアトム級チャンピオン浜崎彩花、注目の女子の一戦。筋肉すごいなって思いました。背中とか肩周りが。さあチャンピオンの、浜崎の第1ラウンドです。自分からテイクダウンに行くっていうテーマだけ持って片足タックル、藤井さんのところでしっかり、おさらいさせてもらって、で片足タックルで倒せればいいねっていう感じで言ってもらってたんですよ、藤井さんから。いきなりキックを放っていきましたアムザロケット。蹴りのスピードが本当すごくて、スピードがやっぱり女子選手の中でもトップクラスじゃないかな。いいんですよね、この切り返しが。そう、お尻をずらしながら、お尻ずらしながら。まず仕掛けていくのはアムザロケット。ちょっとこれは想定外だったんですけど、スピードがすごくてやっぱり。お尻ずらせ、お尻ずらせ、ずらせばいい、ずらせばいい、ずらせばいい。ここからお尻ずらして腕狙いに行く、絡まれてる足を抜ければセッティングできてたんですけど、ちょっと足の使い方がうまくて、こう足の締めもすごい強かったんですよ。さあ浜崎がアムの右腕を取りに行くか。ここ落ち着いてアムロックの体勢、力が強いんでね、弾いてくると思うので、ポジションしっかりお尻の位置をずらしながら狙ってあげるといい形。どうか浜崎が取れるか。第1ラウンド序盤です。跳ね返すかアムザロケット。体の使い方うまいですね。伸ばしにいってますね。トラマナ浜崎の戦略は腕を取りに行く。バックは取らせない方がいいです。このバック取ってその首入れられると力強いのでね、決めもねタイトなので危ないと思いますよ。手首持って、ちゃんと手首持って、入れさすな、入れさすな、入れさすな。そうですね、アムザロケット選手やはりポジション切り替えすごく早いですね。腕を巻きつけていきました。片手で結構すごい力で締められて、片手でこんな締まるんだぐらいの力で締められたんで、相手も攻め疲れる感じの攻めだったんで疲れるかなって感じです。上になったのがアムです。相手動くのに合わせて返そうって思ってて、ちょうど隙間ができたんで。さて高田さん、いきなりの攻防になっていますけれども、どう見てますか。とにかくムエタイで80戦ぐらいしてるわけですよ。浜崎がさすがにうまいね。上を取りました。だけどさっき浜崎選手がバックに捉えたあんなシーン見たことないからね。マウントに入った浜崎彩花。ただこれがリリースされれば浜崎彩花チャンスですね。これまずこの体勢を保ったまま相手の肩を伸ばしながら、すごく反ってるのに決まらないっていう、ちょっと手首の角度変えて、親指が上向いてなかったんで、親指上向いたら決まるんですよ。小指下にして関節がこれ以上いかない。スーパーアトム級、本当に強い選手がどんどん集まってきてるんで、しっかりこの王座を防衛したいと思います。今日はありがとうございます。ค่ะไม่เป็นไรมากน่าจะยืดดีอามาสกิเป็นคนที่แข็งแรงมากค่ะเขาแข็งแรงรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่
ดีมากๆค่ะ 総合はまだ4、5戦目とかですもんね。まだまだこれからの選手だと思うし、すごいなっていうふうに思いました。これライジンベストバトルじゃないですか今。でもそうかもしれないですね。自分の中でもちょっとやっぱこんなに笑顔出たの初めてっていうか、後から見て思いました。我々同じテクニック、ダブルレスラー、You could have finished because you let go。伸びしろだけで言うと普通の人より多いんじゃないかぐらいだと思います多分。最後に一言すいません。あかねちゃんやったよ。すごい喜んでましたね。大丈夫ですか？これは動画？動画です。あかねちゃんやったよ。名前言われた時にも本当に嬉しかったっていうことを後でね言われてたし。こっちがね元気与えなきゃいけないのか逆にもらってる感じがする。あかねちゃんのために頑張んなきゃなっていうのがありましたね。浜崎の今回の試合も本当逆転勝ちだったじゃないですか。それを見ててここから逆転して絶対に生きるみたいな。妹さんとかやっぱりその気力がすごく大切で、試合の後元気になるのが隣で分かるっていう風に言われてて、誰かを元気にする力だったりとかそういう力って格闘技にやっぱりあるんだなっていうのをすごく思いました。まとまってないですね、自分の中で。仲間がやられたような気持ちでしたね。なんか自分でもこんな気持ちになるんだと思って。向こうがよくやったって。だからすごい強い選手だなとは認めてますけど、当然というか想像の通りでした。別に想定外のことは一つもなかったですね。見てろよみたいな。やっと格闘技面白くなってきたよみたいな。